皆様、本日はこちらの豚バラと厚揚げを使って約2年ぶりの厚揚げとチーズの豚しそ巻き作っていきたいと思います。なんかすげえ食べたくてまた帰ってきました。はい、じゃあやっていきます。今回はね、ささっとやっていきます。まずこちら豚バラなんだけど12枚分で約 250g ぐらいなんだけど、まあ250から 300g ぐらいあれば、もしねこの厚揚げを使う場合はぴったりだと思います。多分スーパーに売ってるのこういうの多いと思うので。で、こちらの豚バラはもう上から小麦粉振っときます。はい。つなぎの代わりですね。まあ、さーっと。こんな感じで振っときます。で、一つにつきね、この大葉、1枚ずつ巻いていこうと思うんだけど、だいたいね、これ10枚入りだと思うんで、まあ、今回合計12個できる予定なので、まあ、2個はちょっとしそなしでいこうかなと思います。で、あとはチーズ。普通のとろけるチーズですね。これまあ6枚あれば半分にするので。一回ね、これね、袋の上からカットしちゃってもいいんだけど、なんかそれはそれでね、剥くのもまためんどくさいってめんどくさいんだよね。ここまで開いた状態だったらね、半分に切ってもいいんで、おすすめはもうこうやって、この開いた状態で半分に切るのが多分、一番楽じゃないかな。一応ね、これ全部取り出してまとめて切っちゃうとくっついちゃうんですよね。で、袋かませつつって感じね。はい。こんな感じにしたら、また包丁で半分こ。よいしょ。で、まあ、チーズはこんな感じで用意して、で、あとはこちらの焼いて美味しい絹厚揚げ、もっちり新食感。だって、僕はよく厚揚げ買うのはこれです。美味しい。普通にも焼くだけでも美味しいし、煮ても美味しいし。で、この、別に油抜きとかそういうのは気にしなくていいので。で、こちらを、1つをだいたい6等分ですね。なんで、まず半分、2等分にした後、あとはこれを3等分に。こんな感じで。で、まあ今回の材料だとね、結構、コスパも良くて、大量に食べ応えもって感じなんで。はい。じゃあこんな感じで1つを6等分です。でもこれほんと美味しいから、まあもっと作れる方はね、もっと作ってくれても大丈夫。で、ご飯のおかずにもなるけど、やっぱ酒のあてとか、そういう感じかな。じゃあ、厚揚げ、しそ、チーズ、であと、この粉振ったね、豚バラの準備ができたら、じゃあ巻いていきます。では、巻いていきます。すいません。ちょっとね、実はね、ちょっとカメラが回ってなくて、3個巻いちゃったんですけども、いきます。まずこちらの厚揚げ、6等分にした厚揚げにチーズ、まあチーズから巻いても大葉から巻いてもね、そこら辺はお任せです。あとちょっと今回このゴム手袋じゃなくてさ、ビニール手袋しか今なくてさ、なんかブカブカですごいやりづらいんだけど、まあ別に自分たちが食べる分なんでね、きちんと手を洗って普通に素手でやってくれて構わないんですけれども、チーズ巻いて、であと大葉、やっぱりちょっと手袋外しますね。しっかり手を洗ってね。で、大葉なんですけれども、まあ、巻き方なんですけど、別にこっちでもこっちでも、どちらでもお任せです。で、まあ自分たちが食べる分なんでね、特に気にしなくてもいいんですけれども、もし見栄えを重視するならば、この裏側を内側にした方が、外側がね、強い、こういう風にね、緑になるんで、より綺麗になるかなと思います。で、まあ縦でもいいし、横でもいいしっていう感じで、まあ巻き方は自由です。はい。まあじゃあこんな感じで、ちょっと最後ね、仕上がった時に、葉っぱがね、出てる方がちょっと見栄えがいいんで、まあこんな感じになったら、はい、先ほどの小麦粉を振った豚バラなんだけど、これ長いけど細いな。細長いやつです。そしたら、じゃあもうこんな感じで、くるくると。で、今回ね、用意できてるこの豚バラすごい長いんで、楽ちんなんだけど、まあちょっと短いやつとかだったら、2つを重ねてやっていく感じですね。はい。まあこんな感じになれば、大葉もね、外に出て、チーズはちゃんと中に入ってって感じで綺麗にできます。はい、じゃあもう一個いきますね。チーズ。厚揚げとチーズでやったら、大葉を、まあ縦でも横でもお任せです。はい。まあこんな感じで巻いてあげて、つなぎ代わりの小麦粉を振った豚バラを巻いていきます。はい。こんな感じで
まあ大葉は出てるけどチーズは完全に包めてるっていう感じですね。はい。じゃあ残りもこんな感じでやっていきます。ではこんな感じで全部巻き終わりました。まあ2つはねちょっとシソが足りなかったんですけれども、こんな感じで巻いたら、じゃあもう火にかけていきます。はい。フライパンにちょっとだけ油引いときます。今回使うのは米油です。ちょびっとね。巻いちゃう系は基本的に焼き始めるのは、この巻き終わりの部分。こちらを下にして、こんな感じでいっていきます。で、すいません、忘れてました。こちら。これやる前に軽くね、下味で味付きの塩コショウやっといてあげてください。忘れてました。はい。まあこんな感じで。まあ後からでも全然間に合いますが、最初にやってあげとく方が、フライパンのね、焦げ付きとか、気にならなくなると思うので。巻き終わった後に塩コショウ軽く振ってあげといてください。で、今回はそこまで中の、この周りのね、豚肉だけで中までしっかり火を通さないといけないような具材じゃないので、別に蒸し焼きにしなくて大丈夫です。表面の豚肉にしっかり火を通してあげるっていう感じで大丈夫なので。で、まあ今回ぐらいの豚肉の量だったら本当にね、大丈夫なんだけど、ちょっと分厚めにしすぎたなぐらい豚肉巻いちゃった場合は、軽くね、蓋をして蒸し焼きにしてあげて、しっかり火を通してあげた方が安心してね、火の通りが大丈夫かなっていうのを心配しなくて済むと思うので。ちょっとしっかり焼き色がつくまで最初はやってあげてください。それでね、ほどけないように剥がれづらくします。で、火はちょっと強めの中火ぐらいでやってます。あんまり強すぎると表面だけ焦げて中にね、火が入んないみたいな時があるので、ずっと強火じゃなくて大丈夫。強めの中火ぐらいで大丈夫です。めちゃくちゃ今ね、大葉の香りとチーズの香りがすごいしてきました。あ、わかるこれ。ちょっとカリッとしてる感じね。はい。じゃあ、こんな感じになってるので、繰り返していきます。位置、向きによってね、火加減もちょっと変わると思うので、ここら辺はちょっと調節してあげてください。で、まあ、両面1分1分ぐらい、火が入ったら、あとはちょっとね、側面を焼いてあげてください。お肉同士立てかけてあげれば、多分、いけると思います。で、まあ、両面、片面1分1分で、この側面は30秒ずつぐらいで大丈夫だと思います。じゃあ、こんな感じで、もう焼き色もしっかりついて、いい感じだね。そしたら一旦火を止めて取り出しときます。そしたらちょっとここにね、今結構豚バラから油が出てるのと、チーズの油もあるので、ちょっと余計な油、キッチンペーパーとかで拭いちゃいます。ただね、これもすごい旨味は強いので、水で流して綺麗にするぐらいまで、そこまでね綺麗にしなくてもちょっと残ってるぐらいで大丈夫です。じゃあ大体綺麗になったらで大丈夫なので、じゃあタレ作っていきます。今火を止めてる状態でいいので、まずみりんを大さじ2杯。でお醤油大さじ2杯。お砂糖大さじ1杯入れます。オイスターソース。こちらを大さじ1/2杯。はい、オイスターソース。で、あとここは前回とちょっと変わるんですけれども、ここにね、ちょっと今回やみつき感を増したくて、ニンニクを、小さじ1杯ほどで大丈夫です。ニンニク、チューブで大丈夫です。で、ここにちょっと旨味追加プラスちょっとね、お酒を大さじ1杯分。やっぱね、旨味が追加されるのと、気持ち薄めたいみたいな感じです。そしたらこちら火にかけてアルコール飛ばしていきます。で、これくらいでいいかな。適度にアルコールが飛んで、で、お砂糖が入ってるので、ちょっとだけね、とろみがつくんですよ。で、あんまり飛ばしすぎちゃうと濃くなっちゃうので、アルコール分が飛んだら、これで火を止めて、ちょっと味見してみてください。バッチリでした。では、こちらのちょっととろみがついたね、いい感じのタレができたので、あとは先ほど焼き上げたこちらを、このタレにつけてあげて、中でつけてもいいんですけれども、普通に上からかけるだけでも十分、しっかり味はつくと思いますので、こちらのタレを絡めて、実際食べていきたいと思います。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。
で、最後に、お好みで七味か、ブラックペッパーでね、かけてください。両方かけましたけども。はい。お好みです。パンチが出て美味しいですよね。では、じゃあ、乾杯。いただきます。めちゃくちゃうまい、やっぱり。最強。本当にね、味がしっかりしてるんだけど、このね、厚揚げのさ、このふわっとした感じとさ、このちょっとさ、香ばしい豚バラと、あとちょっと焦げ目がついてる、このチーズとの相性がマジでいいのと、あと、最後にね、大葉の香りがふわってくんだよね。あっさり、すごいしっかりコクがあるのであっさりしてる。そう。あと、この厚揚げがね、やっぱ肉汁とか吸ってくれてんだよね。ね、美味しい。わかる。うまい。うまっ。めちゃくちゃさ、たくさんの方に作っていただいてるんだけどさ、本当に好評なんだよね。で、しかもこれさ、ほんとこれだけで食べ応えがあるっていうのもあるんだけどさ、低糖質じゃん。そこもね、すごいいいよね。やっぱ豆腐とかでね、飽きちゃうとね、これちょっとひと手間アレンジ加えるとめっちゃもう、飽きずに食べられると思う。前回さ、ニンニク入れてなかったけどさ、やっぱちょっとニンニク入れるだけで、やみつき度合いが増すね、さらに。うますぎる。あとはね、こうちゃんが動画で言ってくれてるかわかんないけど、チーズが中はとろっとしてるんだけど、この外側のはみ出てる部分は、ちょっと香ばしくカリッとしてんだよ。そのね、対比も美味しいよね。めっちゃうまい。これ全てが組み合わさって美味しいよね。美味しい。じゃあもうあっという間あっという間です。でもちなみに僕たちはこれね、酒の魚みたいな感じで食べてるけど、ご飯とも相性抜群なんで。絶対美味しいね。あとお弁当とかにもね。いいね。では、ラストいきます。いただきます。ということで、本日はですね、厚揚げとチーズの豚しそ巻きをこうちゃんに作っていただいたんですけども、僕たちのね、動画の中では再生回数が一番っていうことで、もうたくさんの方に作っていただいてるんで、本当にね、大人気のレシピになってるんですけども、最近ね、見始めた方はね、多分初めて見る方も多いと思うので、ぜひね、作っていただけたらなと思うのと、昔ね、作った方はね、もう一度ね、久しぶりに作ってみると、やっぱり美味しいなって思っていただけると思うので、ぜひ作ってみてください。ということで、本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。それじゃあ、またね。バイバイ。